朝鮮の27代王순종には子孫がなくて、後継者は腹違いの兄弟になります。彼の名前は영친 왕ですね。28代王の朝鮮の王になる予定だった人です。じゃあ、この영친왕の話を少しやってみたいと思いますが、영친왕はお母さんは側室だったんですが、かなり名門家門だったので、他のライバルを倒して自分がスムーズに後継者になります。なので、結構若い時から後継者になったし、お母さんもかなり名門家門だったので、大事に育てられたらしいですね。で、この영친왕は1897年、もうすでに朝鮮が潰れかけているところで生まれた人なんですね。なので、ちょっと情勢があんまり知らなかったと思いますが、当時の伊藤博文、つまり伊藤政権は、この영친왕を利用して、朝鮮をコントロールした方でしょう。なので、伊藤は영친왕といい関係を維持しようとしたらしいです。そして영친왕もそういった事情がわからないのか、伊藤とかなりいい関係を維持していたそうですね。で、1907年、영친왕のお父さんであった26代王の고종と伊藤政権との葛藤によって、고종が降ろされて、その後に영친왕は、日本に留学することになりますね。彼は日本で王皇族という日本の貴族よりは上で、日本の皇族よりは下という身分でエリート教育を受けることになります。ただし、皆さんもご存知だと思いますが、結局政治宣伝のための運命だったんですね。で、ただし、そういった、立場ではあったんですが、영친왕は日本の生活は困らなかったみたいです。当時、日本貴族より高い身分というのももちろんありますが、莫大な財産、を朝鮮王朝は持っていたそうで、そして、以前の動画でお話ししたと思いますが、大正天皇は영친왕と仲良くなるため、ハングルまで勉強した人なので、かなり待遇は良かったと思います。しかし、だからといってもやっぱり子供なので、祖国に戻りたい気持ちが収まらなかったようで、その時にやっぱり朝鮮に戻るのは許されなかったので、寂しい時は朝鮮の石を触りながら、故郷を思い出したそうですね。結局、영친왕は日本からなかなか朝鮮に戻れず、父である고종とお母さんの엄씨のお葬式には参加もできなかったそうですね。で、この中で、日本にも当時の朝鮮にも大きな事件が起きますね。いきなり新聞の一面に、영친왕と日本の皇族の雅子さまが結婚をすることになるということ発表がありましたね。この時に朝鮮では反発がすごかったらしいです。当時はまだ父の고종が生きていたんですが、朝鮮に婚約者がいるのにと言って猛反発をしたらしくて、しかし結局日本に留学していて、正直に言うと人質みたいなもんなんですが、息子の安全のために許すしかなかったらしいですね。でも皆さんもご存知だと思いますが、この時に朝鮮と日本の各国から脅迫の電話が相次ぐなど、彼女と彼はかなり苦労していたそうですね。とにかくこれによって2人は朝鮮王室と日本皇族の婚約という、ある意味では政略結婚をすることになります。で、最初は영친왕はこの雅子様とあんまり話をしなかったようですが、当時の고종が死ぬことになって、その時に영친왕はお葬式に参加できなかったんですね。この時にかなり雅子さんといろんなお話をするということで、かなり仲良くなったと思います。で、当時の영친왕に対する、いろんな記録を見てみると、やっぱり、周りに自分の親友と言える人が一人もいなかったせいか、人になかなか感情を見せない人で、基本無口で話しかけづらい人だったらしいですね。それはもちろん理解できます。何か出現してしまうと大変なことになる立場だったんですね。
その時に雅子さまの四次男に対する記録を見てみると、やっぱり分かってみたら優しい人で、かなり、2人はいろんな話をしたらしいです。2人は散歩をしながら、トランプをしながら楽しむことになったらしいですね。で、こういった雅子さまの努力が、四次男の心を開いたのか、2人はお互いを理解し合い、でこの2人は幸せな結婚式を行うことになります。この時は3日間宴会が続くなど、かなり盛大に行われたらしいですね。でももちろんこの中にもやっぱり反対する人がいて、朝鮮人留学生によるテロ未遂事件もありましたね。で、この時に2人には長男もいたんですが、この幸せな結婚生活が続いたらよかったものの、残念ながらこの長男、名前はイジンと言いますが、生後9ヶ月で、ちょっと朝鮮に来た時に、死亡してしまいます。この時の雅子さまの記録を見てみたら、特撮ではないかなと思われますよね。で、おそらく私が考えてみたら、この時、日本にとっては、このイ・ジンという人物は、日本と朝鮮の最初の、ハーフな子なので、この子を特撮する理由はないと思います。もしかして本当に特撮されたというんだったら、おそらく、朝鮮による特撮ではなかったのかなと思いますね。で、この時の王だったスンジョンは、特例でイージンのお葬式を行ってくれるんですよね。基本朝鮮は儒教の国なので、子供が親より先に死んだら、お葬式はできなかったんですが、この時は特別許してもらったんです。で、この時は、雅子さま、今からは韓国の名前、イ・バンジャ様と言いますね。イ・バンジャ様は20歳だったんですが、もちろんとても悲しかったでしょう。そのストレスのせいかわかりませんが、その後、もう一度流産するなど、かなり悲しい生活が続きます。で、その後、また2人に悲劇が起きてしまいますね。関東大震災によって、で、その時に大混乱の中で、朝鮮人を虐殺するような事件がありましたね。で、この時にヨンチンワン夫婦は、日本の宮内庁に逃げたらしいです。ここでテントで生活しながら、国民たちがこうやって死んでいくのに何もできなかったヨンチンワンはすごく無力感を感じていて、これをイーバンジャ様は隣でずっと見ていたらしいですね。で、その後もなんですが、特慶王子ってご存知ですね。朝鮮から腹違いの妹、イ・特慶が日本にまた留学に来るんですが、この時に、日本に行ったヨンチンワンはイ・特慶と一緒に住んでほしいという気持ちを日本政府に表明しましたが、結局これも断られて、この時のイーバンジャ様の記録を見てみると、ヨンチェワンが珍しくものすごく怒ってたらしいですよね。一体俺に何ができる？身分的にはかなり上かもしれませんが、何もできないという立場ということで、ヨンチェワンはかなりストレスを抱えていたと思います。この特慶王子が後に、ストレスで精神病を患ってしまうことになるので、この時に、ヨンチナン夫婦と一緒に住んでたらよかったかもしれませんね。で、この時に大正天皇はこの2人の気持ちを分かっていたのか、ヨーロッパ旅行をプレゼントしてくれるんですよ。で、この時の面白い記録がありますが、イーバンジャー様はお金の使い方がわからなかったので、それから学んでたらしいですよね。なんか今の韓国ドラマの財閥みたいな感じですよね。で、この時に珍しくヨンチンワンもすごく喜んでいたらしいですが、ヨーロッパ旅行を出発する前に、先ほど言った27代王のスンジョン、ヨンチンワンの兄ですね。スンジョンが病死してしまいます。すでにこの時に朝鮮は潰れていたので、27代王スンジョンではなくて、イスンジョンはチャンド君イワンという立場だったんですね。それによって、ヨンチワンは2代チャンド君イワンにはなりますが、実際このチャンド君に住んでたわけじゃなくて、ほとんどは東京にいたので、東京イワンって結構言われたらしいです。で、その後、この夫婦にも幸せなことがありましたが、長男を失ってから10年後、次男イグが生まれることになりました。
そしてヨンチワンは日本陸軍の将軍になるなど、かなり安定的な生活をしていたと思います。もちろんヨンチワンが日本陸軍の将軍になったとしても、権力を持っているわけではないけれども、とにかく、日本の中でかなり高い身分として安定的な生活をすることになったんですが、1945年、日本の終戦により朝鮮が独立することになりますよね。で、この時の記録を見てみたら、実際ヨンチワンはほとんど日本語を使う生活をしたにもかかわらず、朝鮮語を流暢に駆使することができたらしいです。実際、公式的には、例えば朝鮮の、日本に留学している人たちがヨンチワンを訪ねても、全く朝鮮語を使わず、日本語でお迎えしたらしいんですが、実際ヨンチワンはそれで朝鮮語を忘れたわけではなく、心の中でずっと朝鮮語を練習していたかもしれないですね。とにかく、ヨンチワンは朝鮮語を流暢に駆使していて、それだけじゃなくて、新しい朝鮮の夢を見ていたそうですね。ある新聞によりますと、インタビューの記録なんですが、朝鮮は共産化されやすい位置にあるので、朝鮮の民主化のためには、朝鮮語とともに英語、日本語、中国語を学ばねばならぬとコメントしたらしいですね。そして、儒教を中心に宗教の自由を与えないといけないと言って、もしかしてヨンチワンは万が一自分が朝鮮の王になった時にどういった国を作りたかったのかずっと考えたかもしれません。ただし、彼には悲劇な独立だったんですね。これによってヨンチワンは祖国に戻れると思ったら、その時に1代と3代の大統領をやっていたイ・スンマンは、トケオンジュの話の時にもありましたが、自分の権力に邪魔になるということで、ヨンチワンは日本人だと判断してしまいますよね。この時にすでに日本は終戦によって、日本にいる朝鮮人は国籍から在日朝鮮人という国籍に変わりますが、ただイ・スンマン政府はヨンチワンの国籍を認めてくれなかったです。これによって日本にも国籍が認められず、朝鮮にも国籍が認められずということで無国籍になってしまいますので、ヨンチワンはかなり困る状況になりました。それだけじゃなくて、当時イ・スンマン政権は他の朝鮮王族みたいに視察しろ、恥知らずみたいな話までしてたらしいです。で、ただ、ここでイ・スンマン政府はかなり矛盾な行動をしてしまいますが、ヨンチワンは朝鮮人ではないと言いながら、朝鮮王朝の財産は国民のものと言って、ヨンチワンの財産を全て奪ってしまいます。自分たちの国民じゃない人の財産を奪うのは違法ですよね。この時にイ・スンマンはかなり矛盾なことをしてしまいますね。で、当時ヨンチワンは日本の皇族から、支援をもらっていたんですが、もう終戦によってこれももらえなくなって、かなり厳しい生活を送ることになりますね。で、それだけではなくて、その後、少しだけ残っていた財産も結局、詐欺されてて、ヨンチワンはこの時に、もう自分を守ってくれる国籍もないし、友達もいないし、かなりストレスを抱えて生活していたそうで、隣のイ・バンジャ様はとても大変だったそうですね。実際朝鮮戦争の時にヨンチワンを復帰させる運動はありました。イ・ユリという人が計画していましたが、実際バレてしまって未遂で終わってしまって、むしろこの行動によって韓国政府はヨンチワンをさらに警戒することになり、ヨンチワンが朝鮮に戻るのはさらに大変なことになりました。で、その時にヨンチワンは自分の息子が実際アメリカで留学をしていたので、そのアメリカに行って息子と会うためにやむを得ず日本国籍を取ってパスポートをもらいますが、このことが韓国に知られて韓国から非難が殺到しますよね。朝鮮の王なのにどうして日本の国籍を取るんだ。正直今これ考えたら矛盾ではありますが、この時のヨンチワンのコメントは、国籍は簡単に変えられると思ったとコメントしています。実際ヨンチワンとしては、最初生まれた時には朝鮮で、その後日本に変わって、で、終戦の後にはまた、朝鮮に変わった感じなので、国籍という感覚が多分今の人と違う感覚を持っていたかもしれません。で、その後、やっぱりいろいろストレスがあったのか、もともと持病で失語症を持っていたらしいんですが、それが再発し、さらに悪化したらしいです。
で、イースンマン大統領は結局国民によって降ろされて追い出されますが、でその後またクーデターによってパク・チョンイ大統領が政権を握りますね。このパク・チョンイ大統領は、イースンマン大統領は当時ハワイに逃げていたんですが、自分が政権を取った後にイースンマンを入国禁止させます。で、むしろパク・チョンイ大統領は朝鮮王族の入国を許可してくれるんですね。で、この時に先ほど言ったトケオンジュと、영친왕가やっと56年の留学生活を終えて帰国することになって、韓国の国籍が回復されますが、結局まだ病気というのが治らなかったので、祖国に戻っても病院生活を続けて7年後に死去してしまいます。1970年、70歳で死去しますが、でこの時もまた面白い記録があるんですよ。先ほど言った息子の話なんですが、この時にお葬式の費用は日本皇室から出したらしいですね。でもこの日本皇室が実際だったらこの息子に渡すべきなのに、すぐ韓国政府にお渡ししました。理由が面白いんですが、영친왕は、妹と自分の病院代でかなり借金をしていたらしいんですが、その理由が、親への支援金を息子が着服したらしいんですよ。なので、日本政府はそれを知っていたと思います。なので、息子にすぐ渡したわけではなくて、国政府にお葬式の費用を渡したそうですね。영친왕は最後、自分の息子にまで裏切られたという感じかもしれませんね。で、その後、イ・バンジャ様は、韓国に残り、韓国のために、で、韓国にいる障害者のためにいろんな学校を設立して活動をして、趣味生活としては、手作りのアクセサリーを作るなど、そういった素朴な生活をしながら、1989年死去しますよね。で、この時はもちろん、イ・バンジャ様は韓国にも結構尊敬される方だったので、朝鮮のラストキンと言われました。実際公式的にはラストキンという形ではないけれども、韓国人の頭の中に、心の中には尊敬の気持ちを込めてラストキンと呼んでいたそうですね。この2人は政略結婚だったんですが、最後まで支え合って、お互い愛し合ったんですね。今の日韓関係を考えると、こういった規模、私も少しは持ちたいと思います。で、もしかしてこの2人の話をもっと見たい方は、映画ラストプリンセスにもこの2人がどんだけ愛しているのか描かれているので、時間があったら見てください。または、2006年放送されたフジテレビのドラマ、これもかなりおすすめの作品です。韓国の意見も取り入れて完成度が高いと私は思います。で、または1990年放送されたカンドラも今 YouTube で無料で公開されています。残念ながら日本語字幕は対応しておりませんが、大体の流れを見たい方は無料なので、私が下にリンクをかけておきますので、時間があったら見てみてください。今日はここまでです。来週は先ほど言った朝鮮に婚約者がいた영친왕、その元カノは一体どうなったんでしょう。その元カノの話も皆さんに紹介してみたいと思います。今日も聞いてくれて진짜 고마워요。여러분、안녕。